What is up, guys? 皆さんどうも、K です。はい、今回はですね、クレープハウス作るメガドンキホーテ港山下総本店さんにやってきました。クレープ食べ放題ですね。大人は1800円で、メニューがこんな感じですね。残念ながらね、いちごが売り切れてたので、こちら食べ放題メニューになるんですけれども、ストロベリーが売り切れてるということで、ストロベリーをパイナップルに変更であればご提供可能ですとのことでした。注文の仕方なんですけれども、最初の1つ目は口頭で注文して、2つ目以降は付箋に食べたいものを書いていって、食べ終わってからボードにそれを貼り付けて、でオーダーしていくというような流れになってきますね。はい、それでは早速いただきますということでね、一番最初に食べていくのがバナナチョコアイスというものになりますね。名前の通りバナナとチョコレートが入ってて、で上にアイスが乗っかってるというようなクレープですね。恥ずかしい話、多分最後にクレープ食べたの小学校2、3年生くらいの時なので、すごいですね。20年ぶり、ちょっと年齢バレちゃうのであれなんですけど、になりますね。ちょっと怖いですね。こんだけギャップが空いちゃってるっていうのも。はい。感想としては、生地がもっちもちで、びっくりしました。本当に美味しくて、バナナ、アイス、生クリーム、ふんだんに使われてるので、このボリュームで食べ放題なのってなりますよね。あと、クレープって食べる難易度難しいですよね。今ちょっと口の周りに生クリームついてるの気づいて、やべえ美味しいっていう顔しましたね。知ってる人は知ってると思うんですけど、自分生クリーム苦手なんですけど、ここのはなんかね、めちゃくちゃ美味しいって思いましたね。はい、ここでちょっとね、おせっかいおじさんが出てくるんですけど、説明しようということで、ドリンク単品かドリンクバーというような感じで飲み放題の2つのオプションが選べますね。はい、ちょっと筋肉見せびらかしてて今の説明頭に入ってこなかったと思うんですけど、この日はちなみにね、胸トレしました。なんで腕見せてるんだろうっていう話なんですけどね。はい、次に食べていくのがクッキーチョコ生クリームですね。周りの紙をベリベリ剥がして食べていくスタイルで、間違いないのかなというふうに思いながら食べていくんですけど、これね、ベース同じはずなのにめちゃくちゃ美味しかったですね。鼻とか口にね、ごめんなさい、すっごいついちゃうんですけど、ベースが同じでもね、やっぱクッキーが入ってることで、クレープそのものってもうもっちもちふわふわみたいな食感があってないようなものなんですけど、クッキー入るだけこんだけ変わるんだみたいな感じになって、めちゃくちゃ美味しかったですね。これね、まだ2つしか食べてないんですけど、これマジで一番かなみたいな感じで食べていきました。はい、すごい美味しかったです。というわけで3つ目を食べ進んでいきます。3つ目に食べていくのがキャラメル生クリームですね。普通のベースが生クリームとチョコソースなのかなというふうに思ってたので、これはそしたらこのチョコレートじゃなくてキャラメルに変わっただけかなと思いきやですね、なんかキャラメリゼっぽいような感じでパリッとした食感があってすごい美味しかったですね。ただ単にベースがチョコレートじゃなくてキャラメルっていうだけなのに、キャラメルってやっぱ美味しいんだなっていうような感じで、特にね、具材が入っているっていうわけではないので、もう本当にシンプルにキャラメルと生クリームとクレープ自体のそのもちもち食感の、三種の神器ですよね、ある意味ね。はい、これもまたね、すごいシンプルで美味しい一つでした。ちょいちょいね、持ち上げるスタイルで食べてるんですけど、持ち上げて食べちゃうと、はい、このようにですね、ちょっとハプニングが起きてしまうので、皆さんはね、なるべく紙をちぎりつつ食べていきましょう。というわけで、次に食べていくのが、パイナップルチョコ生クリームになりますね。本来であれば、いちごチョコ生クリームなんですけれども、ちょっといちごが品切れということで、パイナップルに変更というような形でご提供いただきました。これね、パイナップルの酸味がバチバチ美味しいですね。夏来たっていう感じで、夏らしいクレープになったんじゃないでしょうか。うわ、決まっちゃうなっていう顔しながら、はい、一瞬フリーズもしましたね。それくらい結構ね、美味しい一つでした。他にもみかんだったり桃だったりっていうようなあるんですけど、
パイナップルがなんて言うんでしょうね、旬のものは旬のうちに食べろっていうようなことで、パイナップルはやっぱり今食べるべきなんじゃないでしょうか。夏だからこそ美味しい一つとも言えるかと思いますね。はい、ここで最後の一口、結構大きいですね。食べていって次に進んでいきます。はい、ちょっとゴリラみたいなひょうきんな顔してましたけれども、次に食べていくのがこちらピッツァですね。はい、そろそろ惣菜系挟んでいきたいなっていうふうに思いまして、某 YouTuber さんがですね、動画でピッツァ美味しいというようにおすすめされていたのでですね、食べていったんですけど、バチバチに熱かったですね。はい、それがまず一つ目の感想だったんですけど、食べていくと、やっぱりね、これ美味しいなって思いました。チーズがね、すごいやっぱり塩味がここで入ってくるっていうので、結構やっぱり回復効果ありましたね。で、なんて言うんでしょう、そのチーズの、チーズもちもちっていうのもちょっと変ですけど、米粉のこのクレープとの相性抜群でしたね。唯一欠点挙げるとしたら、結構熱いので食べるのに時間がかかるということでタイムロスが発生してしまうのと、あと食べていくうちにどんどん崩れていくので難易度結構高しくんですね、これ。はい、美味しいことに変わりはないんですけど、惣菜系の中で言うんだったら個人的ナンバーワンはやはりこのピザに軍配が上がってくるのかなというふうに思いました。もう今ね、湯気立ってるの見えたと思うんですけど、はい、もう最後ちょっと時間のこと考えて詰め込んじゃいました。あちあちでしたね。はい、こういう感じでね、ちょっと仰いでいって次に進んでいこうと思います。次に食べていくのがこちら桃生クリームですね。今調べたら桃もなんだかんだ8月が旬なんですね。はい、これちょっと食べていくんですけど、正直、美味しいは美味しいんですけど、パイナップルほどのインパクトはなかったかなっていうふうに思いますね。やっぱりなんでしょうね、上に結構ゴロッと乗ってて形状的な部分の問題点もあると思うんですよね。パイナップルだと結構こうスライスしていけるっていうようなので全体的に広がりは出てくると思うんですけど、桃だとやっぱりどうしてもちょっとこうブロック系っていうんですかね、っていうのはなかなか最後までというふうにはいかないのか、ちょっと少なめに感じました。はい、またまたフルーツ系ですね。こちらがブルーベリー生クリームになります。こちらね、おそらくブルーベリーソースとかじゃなくてジャムになってくると思います。結構とろっとした感じがあったので、上に本来の普通のブルーベリーが乗ってるっていうような感じなんですけれども、これもまたね、酸味があってすごい最後までブルーベリージャムが入ってて美味しい一つでしたね。おそらくなんですけど、果物全部好きなんですけど、先ほどの桃がなんで微妙だったのかなってちょっと考えたんですけど、やっぱりクレープ自体が生クリームですよね。特にとろっとしてるっていうんですかね。それに対して桃もやっぱりとろっというような感じがあるので、味的にも食感的にも負けちゃうのかなと思いました。なのでちょっと微妙なのかなというふうに感じました。はい、お次に食べていくのがバナナキャラメル生クリームですね。こちらもやはり先ほどのキャラメリゼみたいな感じで結構食感もあって美味しかったですね。あとこれね、多分この作るクレープさんに言えることだと思うんですけど、バナナなんちゃらっていうクレープは基本的にボリュームが半端ないですね。うわ、やっべえぞっていうような感じで、このボリュームに圧倒されてましたね。クレープイコール飲み物みたいな、そんなに食べたことないんであれなんですけどっていうちょっと固定概念があったんですけど、ここのね、作るクレープさんのクレープはどれもボリュームがやっぱりすごくて、特にバナナ系っていうんですかねっていうのがボリューム半端なくて、一般の人だったらもう一つで腹パン確定だと思います。はい、というわけでこれも完食しての次ですね、食べ進んでいこうと思います。次に食べていくのがツナマヨレタスですね。もうバチバチに上がった血糖値をなんとかしたいと思いまして、ここでさらに惣菜系2つ目ですね、食べていきました。レタスのね、シャキシャキ感とこのクレープのもちもち感が合わさって、これもまたね、すごい美味しかったですね。こちらは冷たい系の惣菜クレープなので、提供スピードは
ホットの惣菜に比べると結構早いものになるので、数を稼ぎたい人で、かつちょっと惣菜系入れて回復したいなっていう人にはおすすめなんじゃないでしょうか。ただね、どうせ惣菜系食べるのであれば個人的にはピザをおすすめしたいところですね。はい、ただね、筋トレあたりだったのでちょっとタンパク質補給してない、いけないって思ってツナレタスを頼んだっていうところですね。ちょっと遅くなりましたがグルテンフリーですね。はい、では次に進んでいきます。はい、お次に食べていくのがパイナップルチョコアイス生クリームですね。名前めちゃくちゃ長いんですけど、やっぱりね、暑いとアイス食べたくなるよねっていうので、ちょっとまたアイスが乗っかってるやつを頼んでいきました。パイナップルの酸味も相まって、かつ生クリームとチョコレートのその乳脂肪のね、とろける感じが最高でしたね。ここでね、血糖値が上がっててちょっと目の下汗かいちゃうんですけど、ちょっとこの体の七不思議をなんか共感してくれる人いたらぜひコメント欄で教えてください。この時点でね、もう正直だいぶお腹いっぱいにはなっていたんですけど、多分ね、その辺っていう言い方も失礼ですけど、普通のクレープとかだったら多分もう生クリームでもうきついっていうような感じになっていたかとは思いますね。ただやっぱりね、この作るクレープさんの具材とかも結構しっかり入っているので、その部分で結構こうたくさん食べれたっていうのはあるのかなというふうに思いました。それからやっぱりね、生地の米粉を使ったもちもち生地ですよね。そのあたりも、たくさん食べれた理由の一つになるのかと思います。はい、そして次に食べていくのがこのあちあちの焼きそばクレープになりますね。これまでピザがダントツ惣菜系で美味しかったんですけれども、ごめんなさい、焼きそば大勝利ですね。というのもですね、やっぱりね、塩味を体が求めてたっていうのもありまして、紅生姜のアクセントがすごい美味しかったですね。はい。で、これもまた激アツなので食べるの結構時間かかっちゃって、思わぬタイムロスにはつながってしまうんですけれども、それをカバーするほどの美味しさはこちらありますね。なので最初のうちに焼きそばクレープは食べることをおすすめしますかね。やっぱり麺のもちもち感と米粉クレープのもちもち感も相まって結構お腹にたまる一つになるかとは思います。ですので最初のうちに食べることをおすすめします。今回頼んだホットクレープはピザとこちらの焼きそばクレープになるんですけれども、その他のチョコアーモンドとかシュガーバターとかそのあたりも結構気になるところですね。本当はですね、シナモンバターシュガーを締めに言っておきたかったんですけれども、ちょっとねお時間の関係で1時間でラストオーダーが5分前ということだったので、諦めて次がラストということで食べていきました。はい、今落としたのはちょっと見なかったことにしていただければと思います。最後に食べていくのがアーモンドチョコ生クリームですね。これもね、アーモンドのパリパリ感が最高に美味しかったですね。ただね、もう12個目っていう風になってくるとさすがに生クリームがもう結構しんどく感じてきましたね。なのでもう1個シュガーバターとかシナモンシュガーバターとかだったらいけたのかなっていうような気はするんですけれども、これを最後ということでもう少しねホット系を抑えて冷たい系のやつっていうんですかね、食べていれば13個14個いけたのかなっていうような気はしますね。人生初のクレープ食べ放題で最後に食べたクレープが20運年前ということでね、すごいね、こんなに美味しいと思わなかったですね。なのでまた次回機会がありましたらやっていこうと思います。はい、今回のランキングはこちらの通りです。また次回の動画でお会いしましょう。